始まったかな？始まってますかね？音が入ってないか。これでどうかな？最初ね、マイクがオフになっていたけれども、入れ直しました。そんなに変わらないのかな？よし、OK ですね。はい、始まりました。皆さんこんばんは。ドクター BTV の徳富です。今日は2024年11月5日火曜日。最近は毎週火曜日と、あと金曜日の週に2回21時半からこのライブ配信を行っています。さあ、で、今日ですね、あれ、なんかだいぶ、ひげが伸びてますね、これ。多分ね、2週間、3週間くらい。いつもひげは全部剃らないで、こことここを残して、あとここら辺をね、ひげトリマーで全部落としちゃってるんですよ。タイの今、通常水曜日と土曜日の週に2回メイン動画で上げていますけれども、大体あんな感じのスタイルですね。ここまで普段はひげぼうぼうではないんですけれども、今回ちょっとね、今日はね、たまたまぼうぼうです。大体ね、外出るとき、人前に出るときはマスクしているので、マスクしてると、なんかひげが生えていても全然気にならないんですね。個人としては、ひげ、こうマスクしてたら、ここら辺は、見えてはいるでしょうけれども、他の人から見たら、外から見たら、でもね、ここ全部隠れて、ここら辺が隠れていると、ひげがあろうがなかろうが、自分としては全くそういうね、なんか気にする感覚というものがないので、こんな感じで、ボーボーになっています。でもね、ちょっとね、そろそろね、明日明日か、明日にはちょっとね、ここをきれいにしないとなというふうに思っていますので、金曜日にはもうちょっときれいな香りになっていると思います。あと髪の毛も切ろうかな。ちょっと最近ね、なんか肘の部分が、ここら辺が汚れて、大体月に1回髪の毛切りに行ってるんですけれども、前回切りに行ったのが、多分9月の終わりぐらい。10月の1日からタイに、8日間行っていましたので、その直前に切りに行っていましたので、今1ヶ月ぐらい伸びたところですかね。もう髪の毛もね、もうちょっと短くして、そろそろさっぱりした姿になりたいなというふうに思っています。あとね、服装もいっぱいだんだん変わってきましたね。ずっと半袖で、T シャツで、このライブ配信、家の中でも過ごしていましたけれども、さすがにね、最近はね、長袖になっています。ということで、今日のお話に入りましょうかね。で、今日もチェコのお話をしていこうと思うのですけれども、その前に気になるイベントを一つ紹介しようと思います。これ今年だよな。そうですね、2024年、今年11月16日土曜日と11月の17日日曜日の2日間、東京の蒲田駅前におきまして、太田台湾フェスタというものが開催されるそうです。最近僕も台湾非常に気になっていますので、このイベントも、タイミングが合えばぜひ行きたいなというふうに思っています。台湾のね、夜市を再現するそうです。屋台がいっぱい出て、そして頭上にはランタンが飾られて、
いかにも台湾という雰囲気の空間になるとのことですね。台湾といえば、僕のイメージでは、ルーローハン、あとなんだっけ、ジーローハン、合ってるかな。で、あと、ちょっとさっぱりめの麺というようなイメージ。あとなんか巨大な鶏の唐揚げみたいなやつ。あとは、今、季節ではない、だんだん寒くなってきちゃっていますので、さすがにかき氷の季節というのは過ぎて、いますけれども、やっぱりかき氷ですよね。その他フルーツのジュース、などというようなイメージがあります。第一に思い浮かぶのはルーローハンですね。このイベントにもしも僕が行ったら、ぜひルーローハン食べてみたいと思います。このポスターの左側の方に、多分これがジーパイ。でっかい鶏の唐揚げみたいなやつですよね。で、その横に、これは台湾軍カステラかな。で、その上がスイーツですね。で、右側の方が、ちょっとね、ちょっと画面上で見にくい、ちっちゃくて判別がつきにくいのですけれども。これ、ルーローハンとか、あと、なんだこれは、天使みたいなやつですかね。いろいろな台湾料理があると思うので、屋台料理ですね、気軽に食べられるようなものがあると思いますので、ぜひ僕も食べに行きたいと思っています。京浜東北線の駅ですよね、蒲田駅。会場は蒲田駅西口駅前広場ということで、本当にこれ、駅出てすぐのところに会場があるそうです。割と図面を見た感じでは、割と広めの広場ですね。お店もね、1、2、3、4、5、6、14店舗ぐらい。で、さらにステージがあって、ライブなども行われるそうです。11月16日土曜日と11月17日日曜日の2日間。両日とも、スタートは11時から。で、土曜日は20時まで、夜の20時まで、日曜日は夜の18時まで。そんなに夜遅くまでやるようなイベントではないんですね。一応4時というような形ですけれども、割と早い時間帯で、特に日曜日は。土曜日は8時まで、夜の8時までとなっています。台湾興味がある方、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。僕もタイミングが合えば、予定が合えば、こちら行こうと思っています。では、今日のメインのお話、チェコのお話に入っていきましょう。今日は、チェコの旅5日目についてですね。で、このチェコの旅というのは、2016年12月に行ったものです。個人旅行ではなくて、チェコ政府観光局から招待を受けまして、交通費、航空券と現地の交通費、そして宿泊費、さらに食費すべて提供していただいています。無料招待で行ってきました。個人で行ったら、この日程で、このボリューム、いろんな、ちょっといいレストランなども行っているので、30万とかそれぐらいいっちゃうんじゃないかなと。もっといくのかな。そうか、航空全体があるから、もっとですね、30とか40とか、それぐらいいっちゃうんじゃないかと思います。おそらく自分、個人の旅行では行かないようなところにたくさん連れて行っていただきました。で、個人的な買い物が自腹で。あとは全部提供していただいています。チェコ政府観光局から。で、そんなチェコの旅、5日目のお話に入っていきましょう。この日は、オロモウツという町からスタートしました。で、このオロモウツという町は、チェコの首都であるプラハの東側、だいたい120キロぐらいですかね。
100キロから120キロくらい離れたところです。ということは、東京からのイメージだと、どれぐらいだろう。水戸とか宇都宮とか高崎とか、それぐらいの距離感ですかね。鉄道だと大体100キロだとそれぐらいな、気がします。東京から関東地方の端っこの方の、距離感というものだと思います。で、このオルモスという町は、割と小さな町で、中世の街並みの雰囲気が、そのまま残っているというような町でした。そして、この5日目、みんなでそろそろとツアーで巡っていくわけなのですけれども、その前に、朝ごはんの前に、一人で宿を抜け出して、街の散策に出かけました。まだね、これ時計ちょうど、時計塔がありますよね。6時50分ぐらいですかね。50分にもうすぐなるぞというような時間帯だと思います。朝から、この時期ね、この時はもう12月の初めなので、もうクリスマスシーズンです。そして街の広場の中央にはこのようなクリスマスツリーが飾られています。朝でも、こうやってね、電飾ついて、すごく綺麗になっていました。6時50分ですね。で、クリスマスツリー以外にも、クリスマスデコレーション、イルミネーション、街の中、割とキラキラと。そこまでね、派手派手ではないのですけれども、控えめなイルミネーションがありました。これがね、現代なんですよ。2016年なんですよ。で、映画のセットではなくて、ごくごく普通のというか、このリトミシルという町のこの中心部の光景です。で、先ほどのクリスマスツリーがあった広場の周りには、低層の建物3階か4階ぐらいの建物がこうぐるりと囲んでいるのですけれども、その1階部分は、商店です。お店です。多分個人商店だと思うのですけれども、それぞれにショーウィンドウがありまして、こう綺麗に12月用、クリスマス用のディスプレイが展示されています。このような形で飾られています。もうこれ朝です。朝でも電気を落とさないで、多分これ夜中のところでも電気ついていたんじゃないかなとは思います。もしかしたらこう自動でね、12時から6時の間は電気が消えるとか、そういうような形になっていたかもしれませんけれども、朝、ほとんど人通りがない時間帯でも、このようなディスプレイがきれいに見えていました。6時50分の段階では、まだ空は暗かったのですけれども、多分これ時計と見ると7時過ぎています。だんだんと夜が明けてきまして、空も青くなってきました。この色、僕はすごく好きです。ここで紹介している写真は、すべて僕自身が撮影したものです。以前は動画の撮影はしていなかったので、基本写真ばかりでした。で、写真撮って、それを元にしてブログに旅の記事を書くというスタイルで、このツアー自体もブロガーツアーということで、僕以外にもいろいろなたくさんのブロガーの人が招待されて、このチェコに一緒に行っています。で、今ではね、もうカメラを持つこと、手に取ることがほとんどないので、子供の行事ぐらい、運動会とか学芸会とか、それぐらいしか一眼レフカメラで撮影はしないので、最近はね、ずっと毎週2回アップしているような動画の撮影をしています。写真ではなくて。これは結構お気に入りの1枚です。
さあ、そしてリトミシュルで泊まったホテルでの朝食ですね。多分ビュッフェ形式だと思うんですけれども、これ僕にしては、たくさん取ってきたなというふうに思います。ソーセージ2本と、あとスクランブルエッグと、ベーコンかな、ハムかな、ベーコンかな、そしてポテトサラダ。で、パン2つに牛乳。僕にしてはこれたくさん取ってきていますね。普段の朝ごはんはこんないっぱいじゃないです。さあ、そして、いよいよ5日目の、ツアーが本格的に始まります。まず向かったのは、リトミシュル城です。町の中心部にはお城があります。まあ、昔のこの地域の領主の方のお城ですね。そこまで巨大ではなくて、まあ、割と小さめだとは思うのですけれども、外から見ると、もう本当になんていうんですかね、この建物と城壁が一体化しているようなものですね。で、中はこのような形になっています。外から見ると、門のところ、中央やや左の門のところからしか入れませんけれども、中の方は、城壁の内側は、このように自由に歩けるような、これ3階構造になっていますね。そして、この中にたくさんの部屋があると。お城の中に入っていきます。で、城内には、このお城専用の劇場がありました。これ昔のままのものがここで保存されているのだと思います。結構ね、奥行きがある舞台ですね。この背景の、書き置きとか、セットとかを変化させられるように、そんな構造になっているんだと思いますけれども、そして、通常のこの1階部分に座席があって、でさらにその上の方ですね、ここが貴賓席、領主の方の席なんだと思います。劇場の見学の後は、お城の方に、居住部分、居住エリアに入っていきます。もうね、これね、どこを見ても素敵なんですよ。豪華絢爛なんですよ。ピアノがあって、応接セットがあって、ここでお茶しながら、先ほどね、このピアノ演奏をすると、この演奏を聴きながら、頼み話していたのではないかと思います。これが、謁見の場のようなものですかね。ここで、両親の人と会うというような形だと思います。すごい立派なシャンデリアですね。で、これは執務室かな、昔の本がずらりと並んでいました。そしてこれが食堂ですね。こんなところで食事したらすごい緊張しちゃいますよね。このお城の住人たちは、ここで食事をするのが当たり前だったのでしょう。で、この食卓のすぐ近くには、これが、オルゴールか。自動演奏機。で、これがね、使用人の部屋。これすごく狭くて、ベッドがあって、で、その他自由に動き回ることができるような空間は、ほぼないと。
こういう中で使用人の人たちは暮らしていた。ベッドもちっちゃいですよね。チェコの人は、日本人よりも背は高いです。背は高いけども、あんまりこう横に大きいというような感じはしませんでしたね。割とみんなこうスラッと背が高いというような人が多かった印象があります。そして、お城の地下には美術館、などがあって、当時のこのお城の中での漁師の人の暮らしを見学するだけでなくて、今現在のこう現代的なアートを見ることができたり、あとワインセラーもあって、そこでね、ワインをいただくこともできました。でもちろんお土産屋さんもあります。日本の観光地にも、日本のお城もそうですよね。大体出口の方に一通り見学を終えて、中の城内の見学を終えて、出口のところに行くとお土産コーナーがあります。チェコでもそういうパターンでしたね。そして、リトミシルの町、この4日目の午後にリトミシルの町に到着して、滞在がほぼ24時間ぐらい、ごくごく短い滞在でした。で、次に訪れたのが、リトミシルから約80キロほど離れたオロモウツという町です。あれさっきオロモウツはプラハから120キロと言ってたけれども、もっとですね、220キロだ。だいぶ離れてました。100じゃなくて220。で、リトミシルからオロモウツが80キロ。それで、このオロモウツの町で、ちょっと遅めの昼食ですね。ここではね、もう、チェコ料理。もうチェコはね、スープが美味しくて、毎回スープ、やっぱりちょっといいレストランに行くと、毎回スープが出てくるんですけれども、もう本当にこれが美味しくて、スープと、あと、パン。これむちゃくちゃ美味しかったです。どこのレストランでも。で、最初にそれが出てくるだけで、ついついね、パンとか食べ過ぎちゃうのですけれども、で、そのパンを食べ過ぎちゃうと、後から出てくるメインの料理があんまりお腹に入らなくなってしまうというような、ちょっと残念なことがあるので、だんだんとね、こう日数が経つにつれて、パンは控えるようにしていきました。でね、こんなね、巨大な、これ、胡椒というやつですね。パフォーマンスを見せてくれます。チェコ料理。チェコ料理の名前が難しくて、全然ね、覚えられなかったんですよ。もうメモする暇もなくて、とにかく撮影頑張ると。写真を撮って実際に食べて、どれもこれも美味しいというような思い出があります。それでこのオロモウツという町なのですけれども、これまでのプラハとか、あと先ほどのリトミシルのような、中心部の方はこう古い町並みが残っているのですけれども、ちょっとね、その中心から離れて、外縁部の方に行きますと、この旧共産圏時代の、割と地味な建物が、アパートですかね、というのが、まだたくさん残っていました。これはホテルの部屋からの風景かな。で僕ね、こういうの見るの好きなんですよ。チェコの、外国の広告、チェコ語で何か書かれているのか全然わからないんですけれども、左の方だと、なんだろう、シガレティ、これ、タバコかな。で、右側の方は、これは親子、家族3世代ですね。なんだろうな、病院なのかな、保険なのかな。
とにかくね、なんかね、こういうような、ね、デザインを見るのも結構好きです。言葉は全然わからないけれども。さあ、そして、オルモウツの街をみんなでぞろぞろと歩いていきました。で、その途中、これは割と路地裏の方なのですけれども、もうここにね、こんなところに路面電車止まってるんですよ。車庫のような感じで。車もたくさん止まってますけれどもね。そして、街の中心部に出てきました。で、ちょっと下の方で見にくくはなっていますけれども、あんまりはっきりとは映ってないですけれども、ここがクリスマスマーケットが開催されています。そして、ここでね、視聴者に入ります。視聴者の塔ですね。この塔の上の方に登ることができるんですよ。階段で、エレベーターではなくて、自分の足で登っていきます。ここで階段を、ずんずん登っていきますと、途中の窓からもオルモウツの街が見えます。やっぱりね、日本のように高いマンション、高層マンション、高層ビルというものが、ほぼないので、ちょっと高いところに登ると、このように遠くまで眺めることができます。市の中心部は、大体旧市街地、古い街並みが残っているところなので、こういうね、割と低めの、高くても4階とか5階とかそういうような建物が並んでいる地域で、街から、中心部からちょっと離れると、先ほど見ていただいたホテルの部屋から見た眺めのように、旧共産圏時代の、ちょっとそっけないような、マンション群、アパート群というものがありました。やっぱり中心部の、ここは視聴者の塔なのですけれども、そこが多分一番高い塔なので、高い高さの建物なのではないかと思います。で、これが一番上からの眺めかな。展望部からの眺めになります。向こうの方に見える、奥の方に高い建物がありますよね。あれ、教会でしょうね。さあ、そして、ここからのね、眺めがね、すごかったんですよ。最高だったんですよ。そして、運がいいことに、タイミングがいいことに、ちょうどね、日没の時間帯で晴れていたので、見事な夕焼け空が広がる。で、空がこのように真っ赤に燃えて、で、街も昼間から夜へとその表情を変えていく。その境目の時間帯ですね。太陽が向こうの方に、向こうのあれ山かな。で、建物の下は広場になっていまして、で、そこに、この建物と建物の間に、なんか小さな小屋みたいなのがありますよね。で、これがクリスマスマーケットの、一つ一つの店舗ですね。屋根でちょっと線が入っているのがわかるかと思うんですけれども、それが店舗の区切り。小さな店舗がこのように連なっています。で、だんだんとそこに人々が集まってくる。街の人々が、これちょうど週末かな。週末だった気がしますね。2016年の、いつのことだ ?5、6、7、8、9、10。5、6、7、8、9。2016年12月9日か。アレクサ、2016年
12月、わかりました。リサーチ。アレクサ、ストップ。アレクサ、2016年12月9日は何曜日？2016年12月9日は金曜日です。金曜日か。まあ、週末ですね。そう、みんな仕事を終えて、この広場に集まってくる。クリスマスマーケットに集まってくる。時間が経つにつれて、もうどん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 人が集まってきます。そう、そして、空が見事に焼けて、もうこれはもう日没したところでしょうね。うん、太陽はもう向こうの方に沈んでいて、そして空がすごく焼けています。雲の隙間から、この名残の太陽の光が見えている。で、さらに、先ほどまでは、下のクリスマスマーケットの各お店の光も目立たなかったのですけれども、ここでね、こう明かりが見えてきています。ライトもついてますね。さあ、さらに時間が進んで、完全に日没し、太陽も沈みまして、夜になってきました。すごいいい雰囲気になってきますね。そして、この人々すごいですよね。この1個前に比べると、さらに人が増えてきている。これ時計も5時半、違う違う、4時半だけれども、16時半でこんな暗いのかな。うんうん。ああ、そういうこともあるかもしれないです。それぐらいの時間かもしれないです。さあ、そしてクリスマスマーケットの各お店、塔の、庁舎の塔、街の一番高いところから2階に、一番下に降りてきました。やっぱりね、日が出ている時の、まだまだ明るいうちよりも、夜になった方が、雰囲気は良くなりますね。これ服装見ても、すごく寒そうですよね。さあ、そして、また自由時間です。で、自由時間を何していたかというと、僕は、また撮り鉄ですね。いつものように、路面電車撮影。オルモーツの街には、路面電車たくさん走っていました。今日の、この日の朝いた、午前中いたリトミシルの街の中心部には路面電車なかったのですけれども、もしかしたら、この街の外れの方には路面電車走っていたかもしれませんけれども、このオルモーツでは、路面電車、プラハと同じように、またまた見放題の時間帯になりました。多分これもね、古い車両なんだと思います。そして街の片隅に、こんな、これは、多分落書きではないと思うのですけれども、何かお店のところにあったもので、これは猫なんですかね。それともチェコの何か、キャラクターなのか、もうちょっとよくはわからないですけれども、僕はその猫だと思って、黒猫がいるというふうに思って、喜んで撮影していました。このオルモーツの街の中心部も、やっぱり古い街並み、古い建物が、ずらりと残っていまして、そして、道はアスファルトじゃなくて、こういう、なんていうんでしたっけ、石畳のところが多かったです。で、そこに線路が、たくさん引かれていると。で、これもね、この写真よく見ると、これ線路も、右の手前のところ、これ、
こう右側にブーッと、さらに右の方に向かって、カーブしている線路があります。で、左側を見ると、これ左側の方に、さらに曲がっていく線路があります。街の中にこういろんな路線があるというのが、ここだけでもわかるかと思います。この右側の建物が、なんかデパートみたいなところでした。そこで、買い物をしたい人たちが大きな荷物を抱えながら、建物を出て、デパートみたいなところを出て、路面電車に乗り込むというような光景ですね。ここでもね、オロモツの町でも、町では、残念ながら、この路面電車に乗ることはできませんでした。自由時間だったので、10時間、ちょっと時間がありましたので、乗ろうと思えば、乗ることはできたのでしょうけれども、実はこの旅で、僕はチェコのお金をずっと持ってなかったんですよ。両替しなかったんですよ。もうしたがってね、こういうところでね、自由に鉄道に乗るということができませんでした。個人的な買い物は、多分一番最後の日に街のスーパーに行って、お菓子類を、お土産用のお菓子類をクレジットカードで買ったということぐらいですかね。今思うとね、やっぱりね、取るだけじゃなくて、ちゃんと乗ってくればよかったなというふうに。そして現地の人たちの会話、チェコ語全然わからないですけれども、そのね、なんとなくのこのリズムとかそういうものを実際に聞いて、現地の雰囲気をもっと味わえばよかったなというふうに思っています。もうね、何気なくポンと、このオロモーツの街でも路面電車の撮影をしていたのですけれども、どこも絵になるなと。特に何も考えずにシャッターをしても、旧共産圏時代、さらに、もっとこの中世の雰囲気が残るような街並みの中で、ごとごとと路面電車が走っている。下が石畳で、そこに線路が敷かれているので、割となんかね、ごとごとというような音というイメージが残っています。そして、夜ご飯を食べ終わりまして、街のレストランで、また、このオロモツの街では、確かチェコ料理というよりも、なんか居酒屋さん風なところで、チェコ料理ではありましたけれども、高級なレストランではなくて、大衆的なところで、この日は食べましたね。そして、ご飯を食べ終わった後に、また歩いてホテルに戻っていったのですけれども、だんだんとね、お客さんの数も少なくなってきて、そんな中でも、クリスマスマーケットの各店舗の明かりがまだついていて、クリスマスの雰囲気が味わえると。でちょっとね、霧が出ていたんだと思います。それで、ライトがついている中で、なんとなく幻想的な空気感が出ていたのではないかと思いますね。こんな感じで、チェコ5日目、リトミシュルの町からオロモーツの町に移動したというお話でした。そしてまた一番最初に、ちょっとチェコの話から戻ります。チェコの話はそこまでにしまして、イベント情報ですね。このライブ配信の最初の頃でもお話ししたのですけれども、11月16日、土曜日、11月16日土曜日と17日日曜日の2日間、蒲田駅前にて、太田台湾フェスタというイベントが開催されます。
台湾料理の屋台が出ていたり、あと台湾グッズなどがあったり、台湾の民芸品などの販売のお店があったり、その他、ステージでは日本とか台湾の音楽のライブなどがあったり、というようなイベントだそうです。土曜日は11時から20時まで、日曜日は11時から18時まで、ちょっと早めに終わります。お昼ご飯と、あと、土曜日は夜ご飯食べられるというような感じですかね。日曜日もちょっと早めの夜ご飯ですかね。で、お酒好きな方は、このイベントでは、台湾ビールを2本購入した方には、抽選に参加する権利があると。で、その抽選に当たると、何か素敵なプレゼントがもらえるんだと思います。僕もね、スケジュールが合えば、このイベントを顔を出そうと思います。今ね、最近はね、ちょっと台湾にも、すごい興味津々でして、台湾行こうと思っています。でまた具体的に、いつ行くのか、そして台湾に行ったらどこに行くのかというのは全然決まってないんですけれども、そんなに長い日程では行けないと思うので、基本台北、台北を、基地として、台北に宿泊して、台北中心部と、あとちょっとこう周辺部、9分とか、そういうところに行こうかなというふうに思っています。泊まるのは台北ですね。もしも台湾で台湾で皆さんが、好きなお店、おすすめのお店などがあったら、ぜひ、チャット欄とか、あとコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。2011年、今から13年前に台湾には一度行ったきりなので、全然その当時のことというのは、写真撮ってブログには書きましたけれども、もうほとんど記憶には残っていないので、現地に行ったとしたら、ほぼ初めての感覚で街を歩くことになると思います。Google マップ眺めていても、やっぱり現地のその状況というのをはっきり覚えていないので、なんとなくしか眺めることができていなくて、なかなかね、イメージが膨らまないんですよね。そういうようなところでYouTube の動画とか、他の人の動画とか見て、今、台湾勉強中です。このイベントの前、もう前だともう今週、来週の話か。そうなると、そのイベントの後かな。ちょっとまだはっきりとは言えませんけれども、台湾、きっと行くと思います。行きたいです。行きます。そして今、メイン動画、毎週水曜日と土曜日の週2回アップしている、今、タイの旅編ですね。この前の2024年10月に行った、タイの旅、現地で、8日間、8日過ごしました。そして先週の土曜日に公開したのが、その1日目のお話ですね。1日目のお話か4日目のお話かな。一応確認。5日目のお話ですね。今度の土曜日、そうだ、明日水曜日に公開するのが6日目ですね。旅も佳境に入ってきました。で、この、バンコク、タイの旅シリーズも、最終日8日目は、実は直行便で
日本に帰ってきたのではなくて、ベトナムに立ち寄っています。で、乗り継ぎの際にちょっと時間がありましたので、ベトナム、空港から出て、ベトナム入国もしていますので、タイの話が終わったら、一回ベトナムのお話が入ります。ベトナムもね、この前、たった1日だけ過ごしたのですけれども、またちゃんと行かなくちゃなというふうに思っています。ベトナムすごい食事が美味しかったので、質問に入ったお店全部当たりだったので、また必ず行きます。ベトナムはもう来年ですね、春以降かなというように思っています。行くとしたら。その前に台湾ですね。あともうタイもね、もう8月、10月とは言っていますけれども、またね、ちょっとね、タイに行きたい量がぶり返していますので、きっとまた近々行くと思います。タイもね、やっぱり食事がやっぱり美味しいので、どこ入っても美味しかったので、もう何日でも過ごせますね。というような形で、今日はメインのお話はチェコのお話ですね。2016年12月に行ってきたチェコの旅5日目の様子をお伝えしました。で、このチェコの旅は、あと2回お話しします。次は、今日のお話はオロモスという町だったのですけれども、今度はブルノという町に移動します。ブルノは、日本でいうと、大阪のような感じ。プラハが東京で、ブルノが大阪というような、この東西二大都市というイメージだそうです。ただ、チェコの中の位置関係としては、プラハが西側、で、ブルノが東側ですね。で、首都はプラハ。で、次回はそんなブルノのお話をしたいと思います。実はブルノに行く前に、今までは都市部、街を見ていきましたけれども、その前に、ブルノの街に入る前に、鍾乳洞みたいなところも行ったんですよ。鍾乳洞を歩くだけじゃなくて、その中を船で行くというようなところもあったので、そんなお話もしてみたいと思います。次回のライブは、5、6、7、8、11月の8日金曜日ですね。次の週末になります。で、このチェコのお話が、チェコのお話、あと2回ですが、終わったら、また次のテーマを変えて、今度は他の海外のお話。これまでは、僕はそんなにたくさん海外旅行経験があるというわけではなくて、まず最初に、今から25年ぐらい前、オランダ、ベルギー、リュクセンブルグ、ドイツの4カ国を周遊するという、これ完全パックツアーですね。ドロドロと集団で移動するような、旅に行きました。それが1回目。で、2回目は2011年の台湾。で、次に3回目はドイツ。2016年3月かな。そして4回目が、今日もお話ししたチェコ。2016年12月。
で、5回目に行ったのが、中国・上海。2017年6月。そして、同じ2017年6月にタイ。で、さらに2017年8月にタイ。そして今年に入って8月のタイ、10月のタイというように、タイに今4回連続行きますけれども、合計9回ですね、海外旅行経験は。そこまでたくさん海外経験はないです。僕はついこの間、誕生日ライブやりましたけれども、51歳です。51歳で9回なので、どうですかね。少ない方なのかな。多い方なのかな。海外よりも日本国内は本当にたくさん旅をしています。鉄道好きなので、鉄道に乗るのも好きだし、撮るのも好きなので、鉄道に関する旅はもうたくさん行ってますので、このチェコ編が終わった後にまだまだ話したいネタというのは実はたくさんあります。ということで、いつも30分目安にしているというふうに言いつつも、結局、長い時間、今日も、もう50分超えちゃいましたね。お話をしてしまいましたので、ここら辺までにしましょうかね。2024年11月5日、チェコの話、その後はここまでにしましょう。次のライブ配信は11月8日金曜日、また21時半です。そしてメイン動画のタイの旅編は明日11月6日水曜日の18時にアップします。メイン動画の方は毎週水曜日と土曜日の2回アップします。で、ライブは火曜日と金曜日の2回です。週に4回もドクター TV があるということで、ぜひぜひお時間があればお付き合いしていただければと思います。もしよかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録していなかったらチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。過去のタイ動画も、だんだんとね、増えて、海外動画も増えてきていますので、そちらもぜひご覧になっていただければと思います。では、今日はここまでにしましょう。皆さん、おやすみなさい。さようなら。